こんにちは。今日はとても簡単な四角形から作るプルオーバーを編んでいきます。模様編みもとても簡単です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 色はアップルグリーン、 40g で96メートル、使用感祝いの目安は6号。この糸を使って編んでいきます。この糸はこんな感じで綿 100% で、太さは 1.5 ミリぐらいで、これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回前と後ろ2枚作って縫い合わせてプルオーバーの形にします。ただこんな感じの四角のままだけだとちょっと着心地が良くないので、今回はまずこの四角を作って、その上に改めて少し小さめの四角を作ります。四角を作ってから糸を切って、ここから改めてスタートして四角を作っていきます。これが前身ごろ。後ろ身ごろも同じように四角を作ってから、ここからスタートして四角を作っていきます。これはここで糸を切って、ここからスタートして少し狭い四角を作っていきます。なのでこんな形の前身ごろが出来上がります。それともっと着心地が良くなるように、前身ごろと後ろ身ごろの幅を変えています。前の方が少し広くなっています。後ろは少しだけ狭くなっています。そうすると着た時に前身ごろの余分な襟ぐりが下に垂れて、綺麗な襟ぐりの形になります。こんな風に作っていきます。なのでまず鎖編んで四角形を作っていきます。どちらから編んでも大丈夫です。私は前を56センチ、後ろを50センチで作りました。この差は6センチぐらいでもいいし、もうちょっと広くしても大丈夫です。この差が襟ぐりの垂れ下がる形になります。なのでお好みでもうちょっと長くしても大丈夫です。私は56センチ、50センチで、56センチにするために鎖80、後ろは50センチにするために鎖68。この鎖の数は3の倍数プラス2。私はここを56センチ、50センチ、どちらから始めても大丈夫です。まずこの鎖の数を決めて四角を編んでいきます。この四角の編み方を編んでいきます。でまず鎖を編んでいきます。作りたい長さになるように鎖を編んでいきます。鎖の数は3の倍数プラス2。だいたい鎖を編んでみて、体に当ててみて、で好みの長さを決めます。私は前を80、後ろ68。ここでは鎖17個で編んでいきます。でこの鎖はゆったりと編んでいきます。少しではなくてかなりゆったりめでいいと思います。こ
こんな感じでしばらく編んでいきます。好みの長さになるまで鎖を編んできました。私は少しだけ長めにしました。1段目の長編みを編みながら、好みの長さになったらそこでストップして余分な鎖はほどいておきます。この方がイメージした長さにしやすいと思います。最後の鎖にマーカーをつけておきます。これがこれから作る四角形の角になります。この上に長編みを編んでいきます。まず少し大きな鎖1つ、根元に長編み、この鎖に長編みをします。表でも裏でも大丈夫です。裏はこの糸が盛り上がっているところ、ここに長編みをしていきます。普段は鎖3つ編んで初めの長編みの代わりにするんですが、今回はこれでスタートした方が綺麗に出来上がると思います。で、見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。この針のすぐ下、2本の糸の下で、次も長編み、次もこのまましばらく編んで、好みの長さになったらそこでストップして余分な分はほどいておきます。好みの長さで鎖の数は3の倍数プラス2。次は2段目、長編みでスタートします。で、余分な鎖はほどいておきます。また次も長編みから大きな鎖1つ、裏返して根元に長編み、足元1つ飛ばして2つ目に V を作っていきます。長編みをします。1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖1つ、長編み、同じところ、これで V ができました。次から足元2つ飛ばして3つ目に V、 1、2、3、鎖、長編み、ここは1つ飛ばして、ここは2つ飛ばしています。これ以降も2つ飛ばして V を作っていきます。1、2、3、鎖、これが最後の V。 最後の V を編んでから足元1つ飛ばして2つ目、このマーカーをつけたところ、ここに長編みをします。1、2、この2本の糸の下、
これで2段目が終わりました。次は3段目。ここと同じです。長編みを編んでいきます。鎖1つ裏返して根元に長編み、次は V の上、この長編みの上に長編み、V の中、ここに針を入れて長編み、次はここ、V の中、V の中、これで端まで編んで、最後はここで、次は V、 これを繰り返して身ごろのこの四角を作っていきます。どちらを先にしても大丈夫です。身ごろの下の部分を編んできました。私はこれで29センチ、段数は20段。この上に同じような少しだけ狭くした四角を作っていきます。で、この差が袖ぐりになります。なので長めにしたいときにはこの状態を長くします。私は29センチなんですが、お尻が隠れるぐらいの長さにするときにはもっと長くしていきます。長くしても大丈夫です。これぐらいの長さで私が作ったときにはだいたい45から48センチぐらいになるかと思います。お好みによってこの部分の長さを変えます。お好みの長さになったら、次は少し幅を狭くした四角、ここで一旦糸を切ります。鎖一つを編むようにして糸を切ってギュッとしておきます。上の部分を編んでいきます。始める位置にマーカーをつけます。これは端から2つの V、 この間のこの端寄りの方、ここに2つ長編みがありますが、端の方、ここにマーカーをつけます。こっちも同じ、端から2つの V、 間で端の方、この位置にマーカーをつけます。で、ここからここまで同じ模様で編んでいきます。で、今まで表裏表裏と編んできたので、それが揃うように今切った糸端が右側に来るように、この長編みが表になるように編んでいきます。で、長編みから始めます。鎖一つ、根元に長編み、でずっと長編みを続けていきます。
このまま長編みを続けてここまで編んでいきます。端のマーカーの手前まで来ました。このマーカーをつけた V の長編みの上、最後の長編み、これでこの分だけ差ができました。次またこの V、 今までと同じです。長編みをしてこのまま V を編んで、次また長編み、同じように繰り返していきます。で、さっきも見たようにこの四角の上に四角を作って、段数は私は12段、長さは19センチ、これぐらいにしました。だいたいこの袖ぐりの広さが19センチあれば L サイズの方も大丈夫だと思います。小柄な方はもう少し短くするといいと思います。このまま編み続けて前身ごろと後ろ身ごろを作ります。この上の四角を19センチ編んできました。私は12段。12段目はこの V になっています。その上に細編みで1段編んでいます。これで身ごろが出来上がりました。で、糸端、これは後で肩を縫い合わせるときに使えるので少し長めに残しておきます。縫う長さの3倍ぐらい残しておきます。で、これは前と後ろどちらかで大丈夫です。で、次は肩を縫い合わせます。まず表と裏を確認します。この長編みが表の方を表にします。こっちが表。そうすると V は裏になっています。最後の細編みも表が表、こっちが表になります。で、これが狭い方、こっちが広い方。肩を縫い合わせるので内側を表にします。こっちが表、裏返してこっちが表、表で合わせて、端を合わせて、で、大体の好みの位置にマーカーをつけます。これは数を数えて好みの位置にします。で、私はこの段階では短くしておきます。私はこの段階で今7センチ7センチか8センチぐらい、これを端から合わせて、ここで一旦ストップして糸を休ませて、次にもう片方こっちも端から縫い合わせて、で一旦ストップします。その状態で
頭を通してみて、で好みの襟ぐりになっているかを確認します。で広すぎたらもう少し縫って、狭かったら少し戻って、そこで好みの広さにちょうど合わせます。数を数えて同じ数にします。端から10個目の細編みにマーカーをつけました。こっちも同じで端から合わせていきます。今糸が出ているところ、これを合わせていきます。で端は同じところをもう一度2本の糸の下、向こうも2本の糸の下、でこれでつながりました。隣も同じように2本の糸の下、でこの糸の緩さは様子を見ながら調節していきます。あまりきつくなると歪むので、表を見ながらやっていきます。でこのままマーカーのところまで縫っていきます。仮に縫い合わせて、こっちも縫い合わせて頭を通してみました。そうするとだいぶ襟ぐりが広すぎたので、もう少しプラスして、私は端から16個細編みを縫いました。長さは11センチ。こっちも同じ。で、もう一度頭を通してみて、ちょうどいい広さになっているかを確認します。私はこの状態で59センチ。これは着るときには広がるので、必ず頭を通してみて、ちょうどいい広さかを確認します。これで大丈夫だったら、最後は糸端を始末します。ここは最後に針を入れたところ、ここにもう一度あとはほどけないように縫い合わせます。反対側も同じように縫い合わせます。次は脇を縫い合わせていきます。こっちが袖ぐりになる方、こっちは裾になる方、裾の角と肩を合わせていきます。
今内側が表になっています。表を内側にして角と角、手前の角はこの糸端の出ているところ、向こうはこのマーカーのついているところ、これは最初の長編み、最初の長編みの入っているところ、この2本の糸の下で、まずここから糸端が出ているので、このまま向こうで、もう一度同じところ、これでつながりました。で、次から長編みがあります。この長編み一つに2回ぐらい針を入れて縫い合わせていきます。で、大体で目立たないところ、上が2本になるようにしていきます。この部分はあまりギュッときつくしないで縫っていく方がいいと思います。ちょっと緩めでも大丈夫です。こんな感じでずっと縫っていって、この段差のあるところまで、ここまで縫っていきます。段差のところまで縫ってきました。最後はこことここで大丈夫なんですが、ちょっといびつになるので、ここに針を入れて緩めに縫い合わせて終わりにしようかと思います。で、ここに糸端がちょうどあるので、ここと結びます。で、あとはこの糸端を隠しておきます。両方の脇を縫い合わせました。プルオーバーの形になっています。今この状態なんですが、最初に長編みを編んだ時に縁がきれいになるように編んできたので、このままで終わっても大丈夫です。とても可愛い袖ぐりになっています。こんな感じで可愛くなっています。ただ今回はもう少し工夫して、こんな感じの短い袖を作ろうかと思っています。この分だけ。私はこの長さだけ編んだんですが、長くしたい時にはこの部分を繰り返していきます。私は今回すごく短く作りました。これを切るとこんな感じで、とても可愛く出来上がります。このままで終わってもいいし、もう少し工夫する場合には袖を作っていきます。で、今表が上になっています。表が上の状態で、まずこの
長編み、ここと同じ模様を編んでいきます。で、ここが脇の下の平らな部分、ここからスタートします。真ん中らへんからスタートします。新しい糸で、これは結んでおきます。で、ここから長編みを編んでいきます。長編みの上にこの V を編んでいくので、この長編みの数を3の倍数にします。長編み3つで3の倍数にしていきます。で、ここに長編みがあって、長編み1つに2つ長編みを編んでいきます。ここでも2つ、ここでも2つ。この部分はそんな感じの感覚で、この部分は大体で編んでいきます。全部が3の倍数になるように、この部分で調節して作っていきます。まずこの糸が出ているところ、糸を出して鎖3つ、1、2、3で、下から3つ目にマーカー、これは長編み1つの代わり。次はここ、ここ、ここという感じで編んでいって、でぐるっと編んでから調節しようかと思います。大体で編んでいって、と間隔が同じぐらいになるようにします。でぐるっと一周編んでいきます。長編みの部分まで編んできました。ここに2つ、ここにも2つ。なるべく目立たないように糸を出していきます。これで一周して、ここぐらいで数が合うようにします。長編みで一周してきました。この長編みは3の倍数になっています。最初の鎖の下から3つ目で、上が2本、下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これが袖の1周目。2周目はこの V で、今まで表裏表裏と編んできたので、袖の時も裏返して内側から編んでいきます。こっちが表、こっちは裏、ここから編んでいきます。まず鎖4つ、1、2、3、4で、下から3つ目にマーカー、同じところに長編み、この鎖のところ、次は足元2つ飛ばして3つ目に V を作っていきます。足元は1、2、3、また2つ飛ばして3つ目、これで一周します。V を編んで一周してきました。最初の鎖の下から
3つ目引き抜きます。で次は裏返してで外側から編んでいきます。表が上になっています。まず鎖1つ、この鎖にマーカーをつけておきます。鎖の全体を包むようにしてマーカー、次から V の中に細編み3つ、まず1つ目、2つ目、3つ目、これで細編み3つ。次は V と V の間、ここに針を入れて引き抜き編み、これをかぶせて引き抜き編み、鎖1つ、細編み、3、1、2、3、また引き抜き編み、鎖、細編み、これを繰り返していきます。 V と V の間、引き抜き、鎖1つ、細編み、引き抜き、鎖、細編み、これで1周します。細編みで1周してきました。これが最後の V。最後の V を編んだら少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。これが最初に編んだ鎖。最初の鎖にはマーカーをつけてあります。ここに手前から向こう、最後の細編み、上から針を入れます。で後ろに出してこれを整えます。これでつながりました。あとは裏でほどけないように隠します。でさっき思ったんですが、この裾に同じようにこの模様を編んでいっても可愛いと思います。こんな感じで、これはお好みでしても大丈夫です。今長編みがあるのでここに V を編んでいきます。でその後にこの細編み、お好みでアレンジしてみてください。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖は短めで可愛い模様になっています。脇の下には余裕分を作っているので着心地が楽です。全体の模様編みもすっきりとしていてとても爽やかなイメージになっています。で今回前身ごろを後ろよりも少し広くして作っているので前の部分が余裕ができて綺麗な襟ぐりになっています。とても可愛くて着
着心地も楽になっています。で、長さは少し短めで、普段の服にとても合わせやすくなっています。で、サイズを測りました。上から下まで48センチ、横幅52センチ、袖ぐりは52センチ、袖の長さは3センチ、襟ぐりは59センチ。59センチなんですが、着たら伸びた感じになるので、これでちょうどいい感じに見えると思います。使った糸は 200g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。